不動産屋さんの階段へようこそ。人との初対面での第一印象は結構大事ですが、家選びの時の物件の第一印象はもっとすごく大事だと言います。今回は関西地方に住む60代の女性とその20代の息子さんが体験したお話になります。その女性を仮に安藤さんとしておきます。安藤さんの息子さんが就職し、会社の本社がある東京に引っ越すため、借りるアパートを探さなくてはなりませんでした。そこで安藤さんは若い頃東京に長く住んでいたので土地勘があったのと、少し霊感があったので、いわくつき物件を選ばないために息子さんが借りる物件探しを手伝うことになりました。安藤さん親子は朝一の新幹線で東京に行き、2泊3日の強行スケジュールで物件を見つけることにしました。そこで職場へのアクセスが便利な中目黒近辺の物件が良いのではと思い、安藤さんと息子さんはそのエリアの不動産屋を2軒訪ねたそうです。最初の不動産屋さんから早速数軒見せてもらったのですが、安藤さんはどれも話にならないと思うくらい古かったり日当たりが悪かったそうで、全て外れでした。案内してくれた営業マンも段取りが悪く、思ったほど回れず、この日は一日無駄に過ごしたと安藤さん親子は思いました。さて次の日の朝一番、親子は今日こそ決めないと意気込んで、もう一軒の地元の不動産屋さんを訪ねました。するとフットワークの良さそうな若い男性従業員が対応してくれたので、安藤さんは幸先良さそうな感じがしました。そして手早く5、6件の息子さんの条件に合った物件情報を取り出し、早速案内してくれたそうです。最初の1軒目ですが、2階建て木造アパートの1階の部屋で、安藤さんが中に入った瞬間、不快に感じました。決して古いわけではなく、間取りも理想的でしたが、前の住んでいた人のマイナスの念が残っているかのようで、気味が悪かったそうです。息子さんも同じように感じたのか気に入らなかったので、ここは論外となり次の物件に向かいました。ところが次は次で築浅だったのですが、駅から遠すぎて無理となり、3軒目は3軒目で長いこと空き室だったようで、匂いが気持ちが悪い部屋でダメでした。安藤さんはこれじゃ見つからないかもとだんだん心配になってきたそうです。それでも不動産屋さんの男性は安藤さんたちの気持ちを切り替えようと、すぐ次の物件に案内してくれました。そして4軒目の物件に到着しました。それは閑静な住宅街にある古い2階建てのアパートでした。各階3部屋ごとの全6部屋のアパートで、外に錆びた階段がついていました。安藤さんはなんかまた古いアパートだな、やだなと一瞬思ったそうです。すると不動産屋さんがこの2階の部屋ですと言って外階段を上がっていき、安藤さん親子もその後をついていきました。そして不動産屋さんは2階の3部屋ある真ん中の部屋の前で立ち止まり、この部屋ですと言ってドアを開けたそうです。すると玄関ドアが開いた瞬間、狭く薄暗い入り口が不動産屋さんの背後から見えました。安藤さんはほんの一瞬、流れてくる空気に違和感があり、嫌な予感がしました。でも不動産屋さんがまず中に入り、次に息子さんもスタッサと入っていったので、安藤さんは仕方なく玄関に一歩踏み込んだそうです。するとその瞬間でした。玄関の床がぐにゃりと歪んだ感覚がしました。硬い表面に足を乗せているにもかかわらず、床がぐにゃぐにゃと曲がったように安定しない感触が伝わり、
安藤さんは平衡感覚が取れなくなりました。まるで時空が歪んでいるかのようで、ここはおかしいと感じました。するとそう思った途端、安藤さんはすぐにめまいに襲われ、壁に手をつきながらよろけるように部屋の中に入ったそうです。でも先に中に入った不動産屋さんの男性も息子さんも何も感じなかったようで、早速中を見て回っていました。安藤さんは仕方なく自分も中を見なくてはと部屋の中に入っていきました。アパートの外観から予想した通り、やはり中もだいぶ使い古された感じがありました。まず手前に広い台所があり、その先に左右に分かれた2つの6畳の部屋がありました。そこで安藤さんは一人でまず左側の6畳間に入っていきました。するとその左の部屋に入ってすぐの右側の壁いっぱいに押し入れがありました。内覧に来る人のためにか押し入れの扉は開いており、中が丸見えでした。安藤さんは収納場所はたくさんあるようだなと思いながら押し入れの中をぐるりと見渡したそうです。すると押し入れの下の段に目が行くと思わずぎょっとしました。その床板がじっとり濡れていたのです。雨漏りか配管の水漏れなのか、明らかに直径30センチぐらいのぐっしょり水に濡れたシミができていました。でもよく考えてみたら、壁の反対側は右側の部屋の壁で水道管が通っているわけもなく、また雨漏りが床板だけに出るということはありえません。安藤さんはそれがとても不自然で、何か良くないものを感じたのですが、どういうわけか急に「そうだ、これ写真に撮っておこう」と思いついたそうです。そこで携帯ですぐに写真をカシャッとその場で撮ってみました。そしてその写真を確認した時でした。安藤さんの目にはその写真の水で濡れている床板のところに体育座りをしている子供が見えたそうです。それはびしょ濡れの裸の子供で5歳ぐらいの男の子でした。膝を抱えてうつむいていたので顔は見えなかったそうです。でも実際には写真には子供が写っていたわけではなく、安藤さんの目の奥に写真を通して子供が写り込んで見えていたのです。安藤さんはその情景に「うわ、これはやばい」と思いました。それがあまりに気味が悪すぎて、安藤さんは他の部屋を見る気にならなくなってしまいました。安藤さんは早くこの部屋から外に出たいと思ったので、内覧は息子さんに任せて自分だけ先に外に出ようと玄関のところに行きました。そして外廊下に出ようとした瞬間でした。中にいた息子さんが突然「うわー!」と大声を上げたのです。その声に安藤さんは驚き、慌てて外廊下に出たそうです。すると息子さんも逃げるように部屋から出てきました。一人中に取り残された不動産屋さんの男性は何が何だかわからない様子で同じく急いで部屋から出てきたそうです。どうしましたかというような顔をしていたので、安藤さんは即「すみません、この部屋はやめます」と伝えたそうです。そこで3人は早々にこのアパートを後にしました。そして最後に5軒目の物件に向かう途中、不動産屋さんは一体何があったのか気になっていたようでした。でも安藤さん親子は何もそれについて話さずに最後の物件を見て、結局その物件が奇跡的に問題がなく気に入ったので契約することにしたそうです。さて、不動産屋さんの事務所に戻り、手続きをすべて済ませて安藤さん親子はほっとしてホテルに戻りました。
一息つくと息子さんがあの4軒目の物件で安藤さんが途中で外に出ようとしたことが気になっていたようで、お母さん、あのアパートだけなんでちゃんと見なかったのと聞いてきました。そこで安藤さんは押し入れの子供のイメージの話をしたそうです。すると息子さんは驚いた顔で、俺も大声出したやろというので、どうしてと聞くと、押し入れの下の段にね、子供がいたんよと息子さんが言いました。息子さんには子供の霊が見えたようで、お互い背筋が震え上がったそうです。安藤さんはあの時見た子供のイメージは、おそらく虐待されていた子供の感じがしたそうです。それは折檻を受け続けた子供の辛く悲しい念でした。憶測の範囲ですが、全身びしょ濡れだったので、おそらく水関係で亡くなった子で、お仕置きで水をかぶせられたり、無理やりお風呂の水の中に入れられたことによる事故死だったのではと感じました。その後、その時撮った写真を安藤さんは自分のフェイスブックに載せると、霊感のある人からも子供がいるというコメントがあったということでした。残念ながら写真はフェイスブックからはすでに削除してしまったそうで、お見せすることができませんが、その物件は子供が亡くなった時、親か保護者が同居していたはずなので、決して事故物件にはならなかったということです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。